こんにちは。今回はフリーキャドでデスクオーガナイザーを作りながらデータ無面の基礎を解説していきます。データ無面はちょっとわかりにくいのですが、使い方によっては設計の自由度が上がる重要な機能です。データ無面とは何か、どういう時に使うのかという基本的な内容を解説していきます。それでは早速始めましょう。まず、データ無面とは何かから説明します。データ無面は設計の基準になる平面です。画面に表示されているこの薄い面ですね。これはここを基準に設計しますという目印になります。このデータ無面にはいくつか重要な特徴があります。まず一つ目、見える基準になるという点です。この面があることでどこを基準にしているのかが一目でわかります。二つ目、同じデータ無面に複数のスケッチを配置することができます。つまり同じ場所に複数の図形を重ねて配置できることになります。三つ目、データ無面を動かすことで形状をまとめて動かすことができます。位置や角度の数値を変更すると、その上にある形状をまとめて動かすことができます。四つ目、後から形を変更しても崩れにくい設計になります。形状の面に直接スケッチを描くと、後から形を変更した時にスケッチがうまくついていけず、形が崩れてしまうことがあります。データ無面を使うと、スケッチを独立した平面に置くことができるため、このようなトラブルを防ぎやすくなります。データ無面は図形を描く場所ではなく、位置を決めるための仕組みだと思ってください。スケッチの置き場所をコントロールするための道具と考えると分かりやすいです。ではスケッチを行う際にいちいちデータ無面を配置する必要があるのかというと、そういうわけではありません。そのままスケッチを描いても同じように形状を作ることはできます。ですが、例えば背景に表示しているデスクオーガナイザーを使うことを想定してください。ペンをいっぱい入れたい場合、ペン立て部分が狭いですよね。そうすると仕切りの位置を変えたくなります。スケッチを一つずつ開いて位置を直すという作業は数が増えるほど大変になります。仕切りが多くなるほどどんどん手間が増えていきます。さてここでデータ無面上にスケッチを作成したらどうでしょうか。はい、この通りデータ無面を移動するだけで一撃で位置変更が可能です。スケッチを単独で作成すると、後から位置を変更する際に一つずつ修正が必要で大変です。ですが、データ無平面を動く土台として複数のスケッチを配置すれば、その土台を動かすだけでスケッチ位置をまとめて移動できるようになります。では実際にデータ無面を使ったデスクオーガナイザーを作ってみましょう。それではここから実際に操作していきます。動画と同じように一緒にやってみてください。早すぎる部分は適宜一時停止やスロー再生でご覧ください。まずはデスクオーガナイザーの外枠から作っていきます。パートデザインワークベンチになっていることを確認しましょう。パラメトリックボディをクリックします。新しいスケッチが表示されるのでクリックします。次にアタッチメントを選択、項目が表示されます。今回は上から見た状態で作図しますので XY 平面を選んで OK ボタンをクリックしてください。スケッチ画面に切り替わりました。当動画ではグリッドスナップ機能を使いますので、設定を行っていない方はスパナーアイコンをクリックしてください。グリッドを表示、グリッド間隔を自動調整、グリッドにスナップをチェックしてください。では四角形を描いて本体の箱型形状を作成します。四角形の中心は原点、横 60mm、縦 160mm のサイズとします。四角形ツールを選びます。原点でクリックしてそこから四角形を描きます。画面上に四角形の横、縦のサイズを入力するエディットボックスが表示されます。横サイズを 60mm と入力してください。縦サイズを 160mm と入力してください。この四角形を立体化して箱形状とします。スケッチを閉じます。もし閉じた後の画面がモデルになっていない場合はモデルに切り替えてください。続いてパッドアイコンをクリックしてください。長さを 80mm とします。これが本体の高さとなります。続いて中を空洞にします。上面を選択して
厚みアイコンをクリックしてください。厚みを 2mm にします。これで壁や底面の厚みが 2mm になります。ではデータム面を貼り付けてみましょう。まずはデータム面を設置する場所を決めます。ここでは右から見た状態で本体の側面を選択することにします。データム平面アイコンをクリックしてください。アタッチメントというダイアログでモード平面でアタッチと表示されていますが、このままで OK です。アタッチメントに関しては後ほど説明します。これで本体側面にデータム平面が定義されました。では次にこのデータム平面を選択してスケッチアイコンをクリックしてください。では仕切りを描きます。四角形アイコンをクリックしてください。X、Y、60mm、80mm のポイントでクリックしてください。横幅を 2mm、縦幅を 80mm に設定してください。スケッチを閉じてパッドアイコンをクリックしてください。仕切りが反対側に押し出されているので逆方向をチェックします。長さを 60mm に設定します。これで仕切りが1つできました。もう1つ作成します。データム面を選択してスケッチアイコンをクリックします。四角形アイコンをクリックしてください。X、Y、100mm、80mm のポイントでクリックしてください。横幅を 2mm、縦幅を 80mm に設定してください。スケッチを閉じてパッドアイコンをクリックしてください。逆方向をクリックして長さを 60mm に設定します。これで2つ目の仕切りができました。今度はポケットで外観を整えます。データム面を選択してスケッチアイコンをクリックします。ポリラインアイコンをクリックしてください。X、Y、60mm、80mm のポイントでクリックしてください。右下斜め45度で右 4mm、下 4mm 分移動したポイントでクリックしてください。画面上はグリッド1マス 1mm なので右4マス、下4マスとなります。続いて右12マスのポイントでクリック、上4マスでクリック、最後に開始ポイントをもう一度クリックして閉じた形状にしてください。この形状でくり抜きを行います。ではスケッチを閉じてポケットアイコンをクリックしてください。タイプを貫通にして形状をくり抜きます。 OK で閉じて完成です。シンプルなデスクオーガナイザーですが、特徴はカスタマイズできることです。データム面をスライドするだけで形状が変わります。ではデータム面のプロパティを見てみましょう。プロパティの中にアタッチメントという項目が存在します。データム面を作成するときに本体の右側側面を選択しました。プロパティにアタッチメントサポートという項目がありますが、シックネス、フェイス2と記載されています。このフェイス2というのはフリーキャドが内部的に管理している面の名前です。マップモードがフラットフェイスとなっていますが、これはフェイス2の面にそのままぴったり平面としてくっつけたという意味です。続いてアタッチメントオフセット項目を見てください。これはどれだけデータム面の位置をずらすか設定する項目です。まとめるとアタッチメントサポートはどこを基準にするかを設定します。今回の場合は本体右側側面の面を基準としました。アタッチメントオフセットはこの面からどれだけ位置をずらすかを設定します。この数値を変えるとデータム面の位置が動きます。では実際にデータム面を動かしてみましょう。アタッチメントオフセットの 1x を -20mm と入力してみます。ペン立て部分が狭くなって物置トレイ部分が広くなりました。今度はペン立て部分を広くしてみます。アタッチメントオフセットの 1x を 30mm と入力してみます。この通りペン立て部分が広くなって大量にペンを詰め込めるようになりました。ここで重要なのはスケッチを一つずつ動かしているわけではないという点です。形状全体がバラバラにならずに一つの形状として成立しています。今回のポイントをまとめます。データム面は形を作るための機能ではなく、どこに作るかを決めるための平面です。同じデータム面には複
複数のスケッチを配置することができます。そのため同じ場所に図形を重ねて配置できます。そしてデータム面を動かすことでデータム面上にある形状をまとめて動かすことができます。このようにデータム面を使うことで後から変更しやすく崩れにくい設計ができるようになります。形を作るだけでなくどこに配置するかを意識して設計してみてください。また慣れてきたら側面にスリットを入れたり持ち手をつけたりして自分なりにアレンジしてみてください。今回のフリーCAD超入門講座は以上です。ご視聴ありがとうございました。